本的なゾーンプレートである振幅型ゾーンプレートによる写真と位相型ゾーンプレートによる写真の違いについてマクロ写真を撮って比べてみます。小さな被写体を拡大してはっきりと撮るマクロ撮影はレンズを使わないゾーンプレート写真には向いていないように思われますが、多くの場合ゾーンプレートマクロ写真は予想以上に通常写真よりシャープに撮れるようです。直進光を発散させてハローを減らす傾向にあるためかと思われます。焦点距離が 50mm の振幅型ゾーンプレートと位相型ゾーンプレートを使って米粒人形でできた水戸黄門大名行列のメンバーを撮影した等倍のマクロ写真です。米粒人形は人の頭と人の胴体が米一粒でできているとても小さな人形です。左側の写真が振幅型ゾーンプレートによるもので、右側の写真が位相型ゾーンプレートによるものです。通常撮影の時、すなわち非常に遠く無限遠の一点から出てゾーンプレートの面に垂直に入射した平行光線がこのゾーンプレートを通り抜けた後にどのように分布するかを見るために、光軸である Z 軸に垂直な平面を XY 面として XZ 面内の光の強さの分布を計算したグラフです。左側の図が振幅型ゾーンプレートで、右側が位相型ゾーンプレートを通り抜けた光の分布です。ゾーンプレートの焦点距離はどちらも 50mm です。振幅型ゾーンプレートのゾーン数は27で、位相型ゾーンプレートの方はゾーン数が14で、レベル数が6のものを使っています。レベル数とは位相修正のための光の1波長あたりの領域分割数のことで、レベル数が大きいほど完全に近い修正が行われます。光軸の位置及び Z=50mm の焦点面の位置を黒い実線で示してあります。光が強いところは黄色、弱いところは青になるようにして光の分布を表していますが、いずれのグラフでも光軸が焦点面を通るところが明るい黄色になって、ここに光が強く集まっていて焦点であることを示しています。振幅型も位相型もこの焦点に光が強く集まっていますが、振幅型の方が周辺の弱い光の部分が遠くまで広がっています。これがゾーンプレート写真をソフトにして、場合によっては非常にぼやけた写真を作り出します。この広がり方については後で示します。同じく XZ 面内の光の分布ですが、このグラフは点光源の位置が無限遠ではなく、ゾーンプレートから 100mm 手前にある場合についてのグラフです。この場合、焦点距離が 50mm であるこれらのゾーンプレートで点光源の像ができる像面は、焦点の位置である 50mm から離れてゾーンプレートから 100mm のところにあります。グラフでは黒い実線で示してあります。したがってこれは焦点距離が 50mm のゾーンプレートで等倍のマクロ撮影を行う時の光の分布を表しています。ゾーンプレートから 100mm のところにある像面上において、振幅型ゾーンプレートでは周辺の弱い光の部分の広がり方は前のグラフより減っているように見えます。位相型ゾーンプレートについてはあまり変化が見られません。光の分布の様子を詳しく見るために、像面上で半径方向の光の分布を比較してみます。なお、光が弱い場所の様子が分かりやすいように、光の強さは常用対数で表してあります。したがって縦軸の値が1だけ違うということは、強さが10倍違うことを表しています。緑色の曲線は振幅型ゾーンプレートで、赤い曲線は位相型ゾーンプレートを使った時の光の分布です。いずれも焦点距離は 50mm で
ゾーン数27のゾーンプレートです。また実線は無電縁から来た平行光線がゾーンプレートから 50mm のところにある像面でどのような分布になるかを示しています。一方、一点左線は等倍マクロ撮影の場合で、ゾーンプレートから 100mm 手前から出てきた光がゾーンプレートから 100mm のところにある像面上でどのような分布になるかを示しています。中心の x=0 の近くでは赤い曲線だけしか表示されていませんが、これは緑の曲線に赤い曲線が完全に重なっているためです。ゾーン数などが同じならば、主要な光の収束は振幅型でも位相型でもほとんど変わらないことを表しています。赤い曲線で示した位相型ゾーンプレートの場合、中心部のピークから外れると光の強度は急速に減少するのに対して、緑色の曲線で示した振幅型ゾーンプレートの場合は、中心から 0.3mm 程度離れても100分の1程度の強さの光が残っています。ただし、この光も一点左線で示したマクロ写真の撮影では減少しています。マクロ写真撮影においてこの効果がはっきり見られるかどうかは、被写体の色や照明光の波長分布などによって変わると思われるので、マクロ写真が必ずシャープになるとは言えませんが、多くの場合マクロ写真がシャープであることを示しているようです。この写真と次の写真は、ドクダミの花をある程度離れたところから振幅型と位相型ゾーンプレートで撮影した通常型写真です。予想通り次に示す位相型ゾーンプレートによる写真の方がシャープに撮れています。位相型ゾーンプレートによるドクダミの写真です。横軸は波長、縦軸は光軸方向で光の強度の分布を表した図です。まず最初は無限遠に点光源がある通常撮影の場合で、左のグラフは振幅型ゾーンプレート、右のグラフは位相型ゾーンプレートについての計算結果です。次のグラフは等倍マクロ撮影の場合です。前のグラフと比べてみても全体的な光の強度分布に大きな違いは見られません。像面上で光の強度の波長依存性を調べると、ゾーンプレートの場合、焦点距離とゾーン数が同じならば振幅型位相型の区別なしに、また光源が無限遠の場合も 100mm である場合も全く同じであることが分かります。いろいろなゾーンプレートにおいて像面位置の違いによっても写真の波長依存性に差はあまり見られないものと思われます。以下、いろいろな被写体について振幅型ゾーンプレートと位相型ゾーンプレートで撮ったマクロ写真を比べてみます。南天の花をマクロ撮影した写真です。最初はゾーン数が27の振幅型ゾーンプレートによるものです。この南天の花の写真はゾーン数14、レベル数6の位相型ゾーンプレートによるものです。振幅型ゾーンプレートによるものに比べて明らかに鮮明であることがわかります。今度は南天のつぼみの写真です。まず振幅型ゾーンプレートによる写真です。この南天のつぼみの写真も前の2枚の写真と同様に振幅型と位相型の違いがはっきりしています。ガウラの花の写真では南天の写真で見られたように振幅型と位相型ゾーンプレートの写真の間の違いほど大きな差は見られません。
いずれの写真も細いおしべがはっきりと写っています。ドクダミの花です。ガウラの花と同様な鮮明さです。位相型ゾーンプレートによる写真の方がかなり鮮明になりました。ガウラの花もドクダミの花も真っ白な花であることと関係があるかもしれません。コンフリーの花のマクロ振幅型ゾーンプレート写真です。ハローはかなり強くなっています。位相型ではハローがほとんどなくなることがわかります。アジサイの花については位相型ゾーンプレートの写真の方がやや鮮明です。マクロ写真では振幅型の鮮明度もかなり良くなっているようです。柏葉アジサイの花は位相型ゾーンプレートで撮った写真の方が格段に鮮明に撮れました。ティーツリーはブラシの木に近い品種の木で、細い葉っぱの木に赤い花のブラシの木と違って白い花が咲きます。弱い風があったのでマクロ撮影のピント合わせがやや困難でした。公園の縁に咲いていた松葉菊です。ピンクで細い花弁が特徴です。振幅型でもある程度鮮明に撮れます。位相型ゾーンプレートで花の中央のおしべも一応シャープに撮れました。アヤメ科の植物リラゼキショウの花です。花の大きさは直径 10mm 以下の小さな花です。レプトスペルマムという覚えにくい名前ですが、先ほどのティーツリーの仲間です。花は小さくて直径 5mm 程度です。我が家の生垣に咲くノウゼンカズラの花です。この花は比較的大きくて3分の1倍程度のマクロ撮影になっています。最後に示すのは日本銀行券の旧千円札の部分写真です。偽造を避けるために日本銀行券にはいろいろな工夫がなされていますが、非常に小さな文字を印刷してあるのもその一つです。千円札の右上の線の文字のところには背景に日本銀行の小さな文字が並んでいます。この部分の写真は左の振幅型ゾーンプレート写真と右の位相型ゾーンプレート写真の間で大きな違いは見られませんでした。最後までご覧いただきありがとうございました。見えない光で撮る写真およびレンズを使わず撮る写真を対象としている本チャンネルアトリエボンリューを今後ともよろしくお願いいたします。